License Service。ご視聴していただきありがとうございます。今日の学科問題のまとめ動画のその2です。第21回目から43回目までを再編集しましたので、すでにご視聴いただいた方につきましては同じ内容となりますが、間違えやすい問題やご質問をいただいた問題のまとめですので、学科試験のご参考としていただければ幸いです。それでは始めます。第21回目です。普通車で車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転する場合でも普通免許と牽引免許を受けなければならない。答えは×です。車の総重量が 750kg 以下の車を牽引するときは牽引免許はいりません。750kg を超える車を牽引するときに牽引免許が必要です。牽引自動車によって総重量 750kg を超える牽引される車を牽引する場合に牽引自動車を運転する免許と牽引免許が必要です。なお、故障車をロープやクレーンで牽引する場合も牽引免許はいりません。第22回目です。普通乗用車の日常点検をするときにタイヤの溝の深さが十分であるかはウェアインジケータなどにより行う。答えは○です。日常点検をするときにタイヤの溝の深さはウェアインジケータなどにより確認します。ウェアインジケータはタイヤの溝に 1.6mm の盛り上がった箇所があり、そこまでタイヤの接地面が摩耗するとタイヤの交換時期の目安を示すものです。第23回目です。この標識のある道路では車両の高さが 3.3 メートル以下であれば荷台の積み荷を含めた地上からの高さが 3.3 メートルを超えても通行することができる。答えは×です。この標識は積み荷を含めた地上からの車の高さが標識に表示されている高さを超える車は通行できないことを示しているので 3.3 メートルを超える高さの車は通行できません。第24回目です。二輪車でカーブを曲がるときはハンドルを切るのではなく車体を傾けることによって自然に曲がるような要領で行うのが良い。答えは○です。二輪車はハンドルを意識して切らなくても車体が傾いた方向に自然にハンドルが切れる特性があります。この特性を生かしてカーブを曲がります。そして意識して車体を傾けようとしなくても進みたい方向に視線を向けると体の重心がカーブの内側に移動して車体が傾きハンドルが自然に切れて曲がれます。ただしそのような二輪車の特性を生かしたカーブ走行をするためには膝で燃料タンクを締めるなど人車一体となる運転姿勢を取ることが必要です。第25回目です。この標識はこの先の道路の幅が狭くなることを示す幅員減少なので対向車との行き違いに注意しなければならない。答えは×です。これは幅員減少の標識ではありません。車線数減少の標識です。この先で車線数が減少するので車線変更をしたり他の車線から急に進路変更をしてくる車に注意が必要です。そしてこの標識が幅員減少です。道路幅が狭くなるため対向車との行き違いが困難になることがあります。対向車の接近に十分注意を払い安全に行き違いできる場所で譲り合いましょう。第26回目です。夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯、微灯をつけなくても良い。答えは○です。夜間、一般道路に駐停車するときは、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車を除く自動車は、他の運転者から駐停車がわかるように、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければなりません。
そして、昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで、50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも同じです。しかし、道路照明などにより、50メートル後方から見える場所に駐停車しているときと、停止表示機材を置いて駐停車しているときは、それらの灯火をつける必要はありません。第27回目です。この表示板は、前方の信号が赤色や黄色の灯火が点灯している時でも、歩行者など周りの交通に注意して左折することができることを示している。答えは、×です。これは、一方通行の標識です。車は矢印の示す反対の方向には通行できないことを示しています。信号が赤や黄色でも左折ができる左折化の表示板ではありません。左折化の表示板は白地に青の左向きの矢印です。この表示板が道路の左端などにあるときは、信号が赤や黄色でも左折することができますが、信号に従って横断している歩行者などの通行を妨げてはいけません。第28回目です。オートマチック車を運転中、交差点などで停止したときは、チェンジレバーを N に入れておけば、クリープ現象は起きないのでブレーキペダルを踏んでおく必要はない。答えは、×です。チェンジレバーを N に入れるとクリープ現象は起きませんが、道路の傾斜などで動き出したり、後車から追突される危険がありますので、停止中は必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおきます。交差点や渋滞しているところで停止するときは、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおきます。そして、停止時間が長くなりそうなときは、安全のためチェンジレバーを N に入れたり、念のためハンドブレーキもかけておきましょう。第29回目です。この標識のある道路では、道路の右側に面した施設などに出入りするための車両の横断は禁止されている。答えは、○です。この標識は車両横断禁止です。この標識のある道路は道路の右側に面した場所や施設に出入りするための右折などを伴う横断をしてはいけません。ただし、この標識がある場合でも道路の左側に面した場所や施設に出入りするための左折を伴う横断はできます。また、大切なポイントとして、道路の右側への横断はできませんが、交差点を右折することはできます。そして、間違えやすい標識が右折禁止です。この標識のある交差点では、右折はできませんが、道路に面した場所への横断はできます。交差道路が一方通行になっている場合などに設置されます。第30回目です。踏切を通過しようとするときは、踏切の直前か、停止線があるときはその直前で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。答えは、×です。踏切を通過しようとするときは、踏切の直前か、停止線があるときはその直前で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右や前方の安全を確かめなければなりません。踏切の直前の停止位置では、自分の目による確認だけでは、列車の接近など危険に気づかないことがありますので、窓を開けるなどして耳による安全確認も大切です。なお、踏切に信号機がある場合は、信号に従って通過できます。第31回目です。カーブを曲がるときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力は2倍になり、カーブの半径が大きいほど遠心力も大きくなる。答えは、×です。カーブや曲がり角を走行するときの慣性による遠心力は、速度の2乗に比例して大きくなるため、速度が2倍になれば遠心力は4倍になります。また、遠心力は、カーブの半径が小さいほど大きくなります。カーブを曲がるときは、遠心力により横滑りや曲がりきれず横転しないように、カーブまでに安全な速度にすることが大切です。第32回目です。この標識は、一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向から進むことができないことを示している。答えは、×です。
この標識は車両通行止めの標識で、この標識のある道路は自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。そして問題文にある一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向から進むことができないことを示している標識はこちらの車両進入禁止です。さて、この2つの標識、どちらも標識のある方向からは進むことができないことは同じですが、どのような違いがあるのでしょうか。その違いについてご説明いたします。車両通行止めの標識は、この先の道路が歩行者専用道路などに指定されていて、車が通行できないことを示しています。しかし、車両進入禁止の標識は、一方通行の出口を示しているので、標識のある方向から進むことはできませんが、反対方向からは通行できます。そして、車両進入禁止の標識などを見落として間違って進入すると、対向車と正面衝突の恐れがありますので注意が必要です。このように、標識の意味に違いがありますので、ご注意ください。第33回目です。この標識は、交差点で進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する車両通行帯は右折ができない。答えは、×です。この標識は、指定方向外進行禁止です。そして、問題文にある交差点で進行する方向別の通行区分を示している標識は、こちらの進行方向別通行区分ですので間違いとなります。例えば、右折禁止を示す指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、直進と左折はできますが、右折はできません。それに対して、進行方向別通行区分の標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別に通行区分が指定されているものです。例えば、この標識が表示されている車両通行帯は、直進と左折ができますが、右折はできません。ただし、他の通行帯を通行すれば右折することはできます。このように、交差点の特定の方向への通行ができないことを示しているか、車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別に通行区分が指定されているかの違いがありますのでご注意ください。第34回目です。標識や表示によって横断や展開が禁止されているところでは、同時に交代も禁止されている。答えは、×です。標識などで横断や展開が禁止されていても、同時に交代禁止ではありません。横断禁止の標識があれば横断が禁止、展開禁止の標識があれば展開が禁止です。なお、交代禁止の標識は現在ありませんので、お間違えのないようにしましょう。第35回目です。仮運転免許は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車の免許を受けようとする人が、練習や試験を受けるため、道路で運転する場合に必要な免許である。答えは、○です。仮運転免許は、運転免許を受けるため、練習や試験を受ける人が道路で運転する場合に必要な免許で、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許そして普通仮免許の4種類あります。第36回目です。オートマチック車のエンジン始動直後は、エンジンの回転数が高くなることがあり、ブレーキペダルをしっかり踏んでおかないと急発進する危険性がある。答えは、○です。オートマチック車は、エンジンが冷えている時の始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなり、急発進することがあります。ここで、エンジンを始動してみます。いかがですか？エンジン始動直後はエンジンの回転音が大きくなり、やがてその音が小さくなることがわかりますね。このエンジンの回転数が高くなっている時が危険なので、停止中や発進操作のチェンジレバーをドライブに入れる時に、ブレーキペダルをしっかり踏んで急発進に備えることが大切です。第37回目です。
交通整理の行われていない左右の見通しの利かない交差点を通行するときは、必ず徐行しなければならない。答えは、×です。交通整理の行われていない左右の見通しの利かない交差点は徐行しなければならない場所ですが、優先道路を通行している場合は徐行しないで通行することができます。そのようなことから交通整理の行われていない左右の見通しの利かない交差点を通行するときは必ず徐行しなければならないという問題は間違いです。ところで、優先道路とはどのような道路でしょうか。優先道路とは、優先道路の標識のある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯の道路表示が引かれている道路を言います。そして繰り返しになりますが、このような優先道路を通行している場合は、たとえ見通しが利かない交差点であっても徐行しないで通行することができます。ただし、ここでご注意いただきたいのは、優先道路の標識がなく、交差点の中まで中央線や車両通行帯の道路表示が引いていない道路では、たとえ道幅が明らかに広い道路を通行している場合であっても、見通しの利かない交差点は徐行して通行しなければならないということです。もちろんこの場合に、道幅の狭い道路から広い道路に入る車は、見通しの利く利かないに関係なく、徐行などして交差道路を通行する車を妨げてはいけません。それでは最後に、左右の見通しの利かない交差点の通行についてまとめます。左右の見通しの利かない交差点は徐行しなければならない場所です。ただし、信号機などによる交通整理が行われている場合に、信号に従って通行するときや優先道路を通行しているときは、徐行しないで通行することができます。そして重要なポイントは、優先道路とは、優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線などの表示のある道路のことですので、お間違いのないようにしましょう。第38回目です。この標識のある道路では、歩行者が横断をしてはいけないことを示している。答えは、×です。この標識は、歩行者通行止めです。歩行者は道路の横断だけではなく、この標識のある道路を通行することができないことを示しています。高速道路の入り口など、歩行者の通行が危険な場所などに、うっかり歩行者が進入しないように設置されています。そして、歩行者が横断してはいけないことを示す標識は、こちらの歩行者横断禁止です。この標識のある道路が、歩行者が車道などを横断をしてはいけないことを示しています。よく似ていますので、標識の文字を見落とさないようにしましょう。第39回目です。日常点検は、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行うものと、1日に1回運行開始前に行わなければならないものがある。答えは、○です。日常点検は、自動車の使用者などが自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車などは、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行い、タクシーなどの事業用の自動車などは、1日に1回運行開始前に行います。そして、1日に1回運行開始前に日常点検を行わなければならない自動車には、事業用の自動車、レンタカー、自家用の乗車定員11人以上の自動車、自家用の貨物自動車などがあります。なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車は、1日に1回の点検時期ではなく、自家用の普通乗用自動車と同じで、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行いますのでご注意ください。第40回目です。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。答えは、×です。黄色の灯火の点滅信号の意味は、他の交通に注意して進むことができる、なので、必ずしも徐行の必要はありません。しかし交通整理が行われていないので、歩行者や車や路面電車は、交差道路から進入する他の交通に注意して、できるだけ安全な速度と方法で通行しなければなりません。第41回目です。初心運転者期間とは、大型二輪免許や普通二輪免許、準中型免許、普通免許、原付免許の種類ごとに、取得してから1年の間を言う。答えは、○です。
大型二輪免許、普通二輪免許、準中型免許、普通免許、原付免許を取得してから1年の間を初心運転者期間と言います。この期間は交通事故や違反を起こす比率が高い期間と言われています。法令を守り、慎重な運転に努めましょう。この期間内で交通違反などをして一定の基準に達した人は、初心運転者講習が行われます。第42回目です。信号機は全方向が一時的に赤信号になることから、対面する信号が赤色に変わった時に安全に停止することができない時はそのまま進むことができる。答えは×です。赤色の信号が点灯した時は停止位置を越えて進んではいけません。信号が青色から黄色に変わった時は、後者が接近していて衝突の恐れがある時や、停止位置に近づいている時など、安全に停止できない時は進むことができますが、信号が黄色から赤色に変わった時は、進むことはできません。第43回目です。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので、一時停止しないで道路の左側に寄って進路を譲った。答えは○です。近くに交差点のない道路で緊急自動車に進路を譲るときは、道路の左側によって進路を譲ります。この場合、必ずしも一時停止の必要はありません。また、一方通行の道路で進路を譲る場合は、左に寄るとかえって妨げになるときは右に寄ることができます。これで、今日の学科問題の再編集動画は終了です。ご視聴いただきありがとうございました。